七尾線急行型電車の旅。天井川を望む駅、大達駅。ホーム屋根の柱に使われるアメリカはイリノイスチール製の古いレールには、七尾鉄道が開通した1898年製造の刻印。重たい SL や貨車に耐えた現役を引退し、軽い上屋を支える第二のレール人生を穏やかに歩んでいる。車両だけでなく七尾線自体、レトロなアイテムが多く、何度も訪れたくなる魅力的な路線。駅前の雰囲気もどこか懐かしいノスタルジックな場所が多い。反対電車を待ち合わせする7時52分までおよそのお客様です。反対電車との待ち合わせのため何分停車しますという放送が頻繁にかかり、反対側金沢行きには約50年前に製造された国鉄近郊型電車がやってくる。最も古い車両は昭和39年製。その年は東海道新幹線が開業し、東京オリンピックが開催された年だよな。急行型電車は出入り口と客室の間に壁があり、客室の室温や静寂性を保っていた。この車両は人の乗り降りが多い普通電車に使用できるように改造されており、人の流れを妨げるその壁は撤去されている。次は南白衣。電鉄のない一中間駅だが、かつては氷見線の終点氷見駅との間を国鉄氷羽線でつなげる計画が存在していたそう。国鉄が財政難に陥り、結局着工されなかったようだが、おそらくこの点線のような形でもって南白衣に接続し、七尾線に乗り入れる、もしくは並走して白衣駅を発着する計画だったと思われる。もし時代の歯車がずれていたのならば、このホームの向こう側に氷見駅から来たディーゼルカーが見られたかもしれない。8時1分までしばらく止まります。右側にはもう一車線、線路を敷けそうな空きスペースが白衣駅まで続いているが、氷羽線のためのスペースかどうか判然としない。特急と UFO の停車駅、白衣駅は UFO の街。本物のロケットや宇宙船が展示されているコスモアイル白衣へは徒歩8分の距離。
白衣サイクリングロードは昭和47年まで白衣駅を発着した北陸鉄道能登線の跡地をそのまま転用したものであり、鉄道時代の面影が色濃く残っている。初詣や海水浴で賑わう時期には七尾線から臨時列車が乗り入れたそうで、両者をつなぐ線路が一部車庫の線路として残されているように見える。白衣川を長いガーダー橋で渡り、そして七尾線をオーバークロスして西の海岸へ向かう北陸鉄道。国鉄氷羽線が開業していたならば、実に3路線が発着するターミナルになっていた白衣駅。現実世界でも特急が停車し、そして北陸鉄道グループの北鉄のとバスが三名駅を通る運行を引き継いでおり、主要な駅であることには変わりない。神社、お寺、商店、理髪店、細い路地などノスタルジックな駅前の風景が残る知事駅。手入れの行き届いた花壇を見ていると、今でもコミュニティの中心の一役を鉄道の駅が担っていると分かり嬉しくなる。まだ自動車が大衆に行き届いていない昔は、街中みんなが鉄道を使うために自然と駅に集まってきたんだろうな。
綺麗だな。ホームにアジサイが咲いている。大規模なアジサイ園は文句なく美しい。自分がこの規模のアジサイをとりわけ美しく感じる理由は、日常風景の一部として溶け込み、主役を違和感なく引き立てる、そんな良い脇役を演じているからなんだろう。花が好きか、駅が好きか、見方は人それぞれ。森中の生き物が目を覚ますほど大きなモーター音を轟かせ、ラストスパートをかける国鉄近郊型電車と急行型電車のコンビ。急行型電車の全盛期、5時間にも及ぶ長い乗車時間の後の終着駅直前、安堵と期待から静まり返っていた車内が徐々に騒がしくなり、自分もつられてワクワクする。きっとそんな雰囲気だったのではないかな。七尾線の旅は1時間半弱だが、十分急行型電車とノスタルジックな沿線風景を堪能できた。七尾鉄道開業時はまっすぐ七尾港へ進んだ場所が終点だったが、大正14年からは大きく左に曲がった先の七尾駅が開業。昭和10年、七尾線はさらに先の輪島駅まで伸びたが、平成3年、和倉温泉から先は能登鉄道に託され、七尾線は短くなっている。